不安分子みたいなやつがいるわけですけども、まあ僕にも一人います、そんな人。はい。こういうふうな人、目的は何ですかね。理解できないですよ。理解しちゃいけないんだと思いますけどその人たちはその人たちの欲があって、それを欲をなんとか満足したい、自分がお山の大将でいたいという気持ちなのか、単純に金を儲けたいのかなんか分かりませんけども、それは理解しちゃいけないと思います、それをなるだけその世間から見てこの人たちはおかしいんだと分かるようにするとか、なんかその方策がないかなとずっと考えてるんですけどね。でそのお二人のどういう感じだったのかちょっと詳しくちょっと聞きたいっていう気持ちがあるんですよ。大丈夫ですか？まあ大丈夫ですよ。ありがとうございます。まあだいぶ前からそういう2チャンネルね、そういうことを書かれて、まあある生徒さんたちから教えてもらって、そういうふうに言われてるんですよって、それで最初当然まあ事実であれば僕は何も、まあ、言えないし、だけど事実じゃないですけどね、まあ一番最初読んだ時に確か頭くる、だけど、まあ、だんだん読んでもみんなその事実じゃない方は書いてってまあ麻痺になってる状態っていうか、まあ別にまあそっちはそっちにそういう言い方ってまあ嘘ってあっても結局説明する必要もないし、まあ言ってるって感じずっと無視してたんですよね。心が広い、なんと素晴らしい方でしょうか。この広いっていうか永春拳の思想と同じなんですけども、自分のその中のその生活の中で一部に入れるとずっと永遠で関わっちゃうんですよね、別に無視するって自分の生活の中に入れなければもう完全に関係ないですよ、心理ってそういうことを要するに心理学で同じにつながるんですよ、で一番最初来た頃、まあ特にこの2人、まあ、それでも一番最初の生徒さんと言えるんですよね。ああ、最初の生徒さん。そう、その N さんが千葉の方、当時熱心で一番最初問い合わせ来てた、でこれは一番弟子ぐらいの感じだったんですか？そう、でそのケイシはね、一番最初来た頃は副将土っていうそのウシュっていう雑誌、ありました、取材しに来てて、その人、まあ、北京語と広東語を少し喋れる、当時は日本語は全然できない状態だったの。で通訳してくれたんですよ。でも結局通訳の仕事をその人もちゃんと仕事もしてない、結局その編集長とずっと英語でこうやり取りしてる、で本人は要するに日本は、取材終わったらそのケイシはね、要するに、ブルース・リー素晴らしい、で永春拳実際は永春拳素晴らしい、ブルース・リーというよりは、それは確かそうなんだけど、で永春拳は要するに日本は存在しないですから、どうしてもここで教えてほしいっていうその話になってたんですよ。ケイシから教えてほしいと頼んだわけです。それは弟子入りですよね。そういう感じなんですけどね。でその当時僕はまだ20代なんで、もともと永春拳学ったその目的、特に将来人に教えるって考え方一切なかったんですよ。当時はなかった、今でもそんな教えたいってそういう気持ち、本当に少ないですよね、当時もともとイェプマンさんと同じですよ。武術を教えるって一切本にはなかったみたいですよ。生活できないからしょうがないからしょうがないから教えるようになったんですよ。で別に自分は要するに生活できないそういうことじゃなくて、昔からちっちゃい頃からよく喧嘩する、
まあ当然別に喧嘩するどうのこうのそういうことじゃなくて、自分は要するに中国武術は中国の文化の一つ、要するに中国いろんな発明してたんじゃないですか。俺その本を書いたんですよ、20年前、まだ出版してないですけど、そういう本を書いてるんですよ。で中国の発明は羅針盤、火薬とか、そういう中国医術とか、いろいろありますよね。で紙とかね、これ全部中国発明って、武術もその中の一つなんですよ。文化であり、そう文化であり伝統的ってその中国人発明したものは、その文化を大事にしたいって、そういう動き戦うって面白いってちっちゃい頃からずっと好きってどうしようもないんですよ。でだけど当時のその環境ってもう勉強で教育って、なるべく武術触らない。台湾はすごい勉強ガリ勉が熱心やったんですよ、子供に教育を植え付ける。武術習ったら必ず喧嘩するって、人と戦うってそういう思想は強くなっちゃうんですよ。でうちの両親は当然反対してるんですよ。だけど反対されてもちょこってこう裏でこう自分でやってるとか、どうかに教えてもらったとか、で実際本気でこう武術触る頃はもう17、8歳なので、自分もある程度もう大人になって、自分は仕事できてある程度自分が稼いでて、そのお金でこう学びに行く。そうすると、うちの親は働いてから行くんですね。そう、もう大人ですから、それ以上言わない、そういう感じ、でその英春拳始めたんですよ。それ台湾でですよね。台湾で。当時英春拳は台湾、うちの先生行かなかったら英春拳はないんですよ。当時そうでしょうね。もたらす人間はうちの師傅なんですよ。だけでしょうね。で自分も同じ、一番最初要するに教えなかったら、今当然英春拳どんどん増えてくるし、教えてる人もそうなんだけど、当時はいなかったんですよ。だからその警視、要するにいないから、なるべくこう日本で教えてほしいっていうそういう感じなんで、懇願したのは警視の方そうですね。それでしぶしぶしょうがねえなって言って教えたのがチェン先生。しょうがないというより違う感じになってるんですよ。違う感じ。雑誌って言ったら、その電話は止まらないんですよ。一日ずーっと朝から晩まで問い合わせが来てて、その頃は。それで当然要するに日本人は教えちゃいけないってそういうことがずっと残ってて、でその辺関係あるし、別に自分は人を教えたいって最初からなかったし、でずっとこういう電話を受けて月刊雑誌に出た途端に習いたい人が電話をかけてくる。ものすごく増えてきたんですよ。珍しいって日本はないですから。でそしたらいろいろ考えて、今勉強してるからその当時はね、でそうすると大体みんなほらバイトしたりとか、勉強しながらバイトしたり、当然バイト金のその問題多少あるかもしれないけど、でもお金ある人のその留学生別に金は困ってないですから、当時は留学できる人たち大体家はある程度その裕福がある。そりゃそうでしょうね。そこまでは必要ないし、でみんなバイトなぜしに行くっていうと、子供まで勉強するためってみんなバイトを、当時はね、当然金ない人はある程度仕事しないとその学費も払えないっていう、そういう状況多少少しある、でそういう感じで考えたら教えるって1日せいぜい2時間ですよね。大体今でもそうじゃないですか。そんなもんですね。ワンクラス90分2時間、そうすると、それ以外の時間勉強できるんですから、でしかも日本に来て一人ですから
いや、まあ、昔よく自分の生徒さんに言ってるらしいんですよ。はい。で海外行ったらまあ人に教えてしたらなぜというと自分は復習できるしで教えたら自分も練習になる、まあそんな場合もありますね、確かに。でそういうその、ね、考えもあるし、それでうちの先生に電話したんですよ、いろんなそういう問い合わせを教えてほしいって、まあ自分はまだそこまで成長になってないし、確かうちの先生10年間、ずっとついてたんですよね、台湾で10年で日本に来られて、そうそうそう、ね、まあ7、8年ぐらいですかね、大体一つその英春圏学ぶ要するに先生までなれる人は少なくても10年間必ずついていく、そうするとその10年間の勉強しないとなかなか先生までなれないんですよ、当然まあ教える方法とか自分の技術とかいろいろ絡んでて、まあ、そういう場合あるんで大体卒業できるまではまあ10年前後、早い人は、まあ、7、8年ぐらいですかね。5年でもう卒業できる。それはないです。それはない。ほぼないですよ。そう。でもっと昔で見るとまあ十何年間20年でずっとほら勉強してる人もいるし、まあそれはそれぞれ人間の差あるんですから。でも大体まあおよそそのぐらいになるんですよ。でうちの先生に聞いたら。まあそういう言い方もしてたし、まあ、うちの先生、要するに、まあ、それは昔ですから戦争は、まあ、当然例えば侵略であっても、その時代はその時代の流れをこういうふうになってるって、もういいんじゃないの。今もうそのね拳の時代じゃないですから、もう完全にもう原爆も出るし、別にボタンポンで押せてお互いにもう別に手出さなくてももう同じになるんじゃないですか、で時代変わってるからまあいいんじゃないですかって共感もらって、じゃあ自分もやってみようって、そうするとある程度少なくても素人であっても自分は練習できるんですから、じゃあN 氏は内弟子で入ってきた。内弟子っていうよりまあ一般練習生として入っていた。条件交換してるんですよ。自分は要するに仕事もないし、職業を持ってないですから、で、高卒ですかね彼は、多分まあそこまでは分かんないですけど、たまにまあ北京語とか要するに広東語少し喋れるから、たまにそういう通訳の仕事あるような言い方してるんですよ。だけどそれは K さん。だけど、当時そこまで広東語の通訳とその北京語の通訳ってなかなか少ないんですよね、あってもみんな専門に頼んじゃうんですから。それはそうですね。武術そのある程度まあ分かるか分からない、それは別として分かってもそこまで通訳仕事はないわけよ、そうすると自分は金ないから、ただで教えてくれないって話なんで、当時は自分は別に金は困ってないですから、まあ自分は遊ぶような感じになる、まあ一応先生はうちの師傅もまあ OK ですよって、まあ練習相手は探せばってこう教えながら、その程度に考えてたので、それでじゃあ金ないからじゃあどうしようかなっていう話になって、じゃあこういうふうにしたら自分はもう完全に日本語もできないし、一番最初1ヶ月目、2ヶ月目ですから、じゃあ通訳してあるいは事務の仕事やってもらえばいいよ、金取らないから、でそれで応募をどんどん来て、その N 氏が一番最初に来た、N 氏ともう一人の友達2人で来たんですよ、で彼らいろんな武術やってて、触覚拳とか台湾系のその八角拳ですね、八角拳とかいろんなそういうのを学んでたらしい、東洋拳なんか知らないけど、いろんなこう学んでたらしいんですよ、だけど英春拳興味あるから英春拳を習いたいって、その2人最初要するに生徒さんという形で入ってきて、
その K さんは要するに通訳の形でこう通訳で入っしながら、うんで感じ。それでじゃあ N さんと K さんはその入った経路がちょっと違うんですね。ちょっと違うんですよ。それでまあそれでもまあ一応約束してるんですから、それで教えたんですよ。でもほとんど同時期なんですか？ほとんど同時期なんですよ。同時期。同時期に悪いやつが2人も出たわけですな。まあ運が悪いというか、まあそこまでも考えてない人間、そこまでそういうことやると思わなかった。なるほどなるほど。それで教えてて、まあ警視2年間行って、でまあ私たちを要するに勉強しにしてきてるんですから、いつでも国に帰るってことを思ってたんじゃないですか。はい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 。で当時も本には金なくて毎日うちに来るんですよ。はい。で自分はある程度、まあ、当時はまあ別に金持ちじゃないけど、まあ多少そういう困らないから蓄えはあった。でしかも仕事してくれるって、それで食事してない毎日を1000円ずつあげてる。当時ほぼ40年前1000円結構でかいんですよ。40年前の1000円はでかいですね。で毎日来た40年前言うと昭和で言うと55年6年、そう56年じゃん。西暦で言うと80年81年とその時代ですよ。そうそりゃあもう1000円大きいですよ。まあ毎回来たら1000円あげてって、逆ですそう。まあ当時はまだ若いですから、20いくつ教えに行って1000円払うなら分かるけど1000円もらうんですけど、それは毎日来ますわ。そういう感じだったんですよ。はい。で2年間経ったらどっちにしても、まあ、みんな勉強したら国に帰るって、そうするとある程度まあ人教まで教えたんですよ。まあ完全に終わってないかもしれないけど、一応ほぼ2番目の方まで教えたと。で自分はどうしても仕事をしなければならない、一旦ちょっとまあ辞めるっていうか離れるっていうか、でこっちはもうどんどん忙しくなるし、仕事をやりながら勉強してるってそれもあるし、じゃあまあある程度もう2年間なってるんですから、ある程度普通の日常会話も全然問題ないですから。まあ日本語もできるようになって。そう、そしたらまあいなくても大丈夫で、その辞めたっていうか離れて、その後いろんな噂流れてくる。あ、その人裏でこう千先生の悪口言ってるんですよ。例えば当時、社会人と、学生さん、ちょっと値段が違うんですよね。例えば2000円とか3000円安くなるんで、彼よく入ってきたい人たち嘘つけない、学生さんに言えばそういうことやってるんですよって、それが一番最初のショックだったんですよ。ちょっとショックですね。1000円やってるの。そこまでやってあげたのにただで教えるって、まあせいぜいちょっと通訳もそこまでしてないですよ。結局ボディラングエージって別に言わなくても、まあ、こういう感じやってれば人を理解できるじゃないですか。そうですね。まあ細かいところは分かんないかもしれないけど、でもある程度絶対教えられるんですよね。まあちょっとその話の一端でしょうけど、なかなか、ちょっとディープな話だなと思ってしまいました。で N さんの方はどうなんですか？ただの練習生でしょ、月謝払って。そうで、それも3年間が4年間ぐらいですかね、まあ4年ぐらいですかね。で日芸入って、まあ、当然4年後卒業して、まあ、フジテレビ入って仕事忙しいですから。テレビマン一応 CX の仕事をずっと1年2年間やってた。まああとはフリーの形で。そうなんですか。なかなかそのマスコミ関係なんでいい感じなのよね。当時はそういう、まあ